皆様こんにちは。ブリスベンココチャンネルのココです。今回もお越しくださり誠にありがとうございます。今回はアマチュアアートのポップアートを学びにブリスベンスクエアライブラリーに来て、学んだ内容をシェアしたいと思います。先ほどのブルドッグは私が学んだ後に家に帰って描いたものです。こちらはクラスの中で描きました。こちらはポップアートの代表作品なんですけれども、一つ一つの説明は後でするとして、ポップアートについてご説明いたします。ポップアートの運動は第二次世界大戦後の1950年代イギリスで誕生しました。1950年代ではまだ主に風景や人物などを題材にして芸術表現が行われていましたけれども、そんな伝統に対してポップアートは自分たちの身近な暮らしの中にあるものをテーマにして表現活動を始めた点でとても画期的でした。アートの世界でそれまで見向きもされなかった自分たちのリアルな生活や社会が芸術として表現されるようになったのです。それからポップアートはパリからニューヨークへ芸術の都を移すきっかけになり、歴史的な意味を持つ芸術運動でもありました。大量生産・大量消費社会という身近な現実をモチーフにして表現しようとしたのがポップアートです。ポップアートの代表的な画家として挙げられるのがアンディ・ウォーホルです。彼はアメリカにおけるポップアートの旗手と呼ばれている幅広い分野で活躍したアーティストです。マルチな活動で知られていますが、最初は大学卒業後、広告業界でデザイナーとして活躍していました。その後、優れた広告デザイナーにもなりました。しかし1960年32歳の時に広告業界からファインアートの世界へと転向し、1961年33歳には自身が毎日食べていたキャンベルスープの缶などをモチーフにした作品を制作するようになり、現代アートとして大きく知られることになりました。アンディ・ウォールの代表作として1962年マリリン・モンローがあります。彼女の顔を明るく着色したりモノクロで表現したり、一人の女優の人生をさまざまな角度から多重的に見せる意図で制作されていました。次に代表的な人を挙げるとするとロイ・リキテンスタインです。彼は漫画の一コマの吹き出しからドットに至るまで全てを大きく拡大して再現する手法で知られています。彼の代名詞と言われる漫画の一コマを拡大した作品が登場するのは1960年に入ってからです。自分の子供にミッキーマウスの漫画を描いてやった時、従来の表現方法にはないインパクトが漫画にあると気づき、漫画をモチーフにしたシリーズ作品が誕生したと言われています。女性は黒い輪郭線で描かれており、色彩は赤、黄、青の三原色にベタ塗りされ、立体感や影はドットの大きさや密度を変えることで表現します。赤いドットで描かれた女性の肌は漫画らしいセリフの吹き出しなど、ロイ・リキテンスタインの特徴が最も現れている作品となっています。つまり大量生産・大量消費の時代を迎えて、より身近なものを題材にして表現してきた活動がポップアートの芸術運動です。ここまでポップアートの歴史と代表的画家と作品を紹介してきましたけれども、それを踏まえてインストラクターから初歩的な描き方を学んでいきました。最初は真ん中に置いてある対象物、オブジェクトを見てシンプルに描くということを学びました。最初はバナナを描きました。決して丸い線ではなくて四角くカクカクカクというふうに描きました。その後は花瓶に入った花をシンプルに黒いラインで引いて描くということを学びました。その次の段階は背景の色塗りを学びました。ドットで描いたりラインを引いたりして背景を塗っていきます。背景は自分で自由にラインを引いて分割された面積の上にいろんな色をのせていくということを学びました。その上に黒いラインを引いて絵を描きます。こちらはリキテンステインの作品ガールズ・ウィズ・ボールを先生が模写されたものですね。こちらは私が描いたミッキーマウスです。隣の方が上手に描かれていたので
そちらを真似してこのように同じようなミッキーマウスの絵を描いてみました。ポップアートを学ぶのは初めてだったのでどう描いていいか分からず、隣の人がとても上手だったのでそれを見ながら描いてみました。こちらは私が描いたものですけれども、これもポップアートかどうかちょっと疑問に思うところがあります。そして周りの方々の絵を見に行きました。皆さんとてもお上手でびっくりしております。皆様とても個性的ですね。人それぞれ描き方も違うし、塗り方も違うし、とても面白いです。こちらのお隣の方もとても上手でした。この方のもいいですね。絵がいいですね。斬新で。こちらもいいですね。これはプロフェッショナルですね。この方悩んでいらっしゃいますね。こちらはビビッドでいいですね。この方おしゃれですね。すごいです。迫力あります。こちらはシンプルに描かれてますね。ポップアートをどういう風に描いていいかはちょっとよくわからなかったので、こうやって周りの人の作品を見に行くということも大事ですね。いろんなヒントをいただけますし、こういう風に描いていいんだとか、例えばこの方の四角く全部、こちらの方もそうですけど、四角く背景を分割していて、その中に一つずつ絵を描いていくということも一つの手段かなと思いました。ここに並んでるのも素晴らしいですね。もう本当にプロ顔負けの、とても色彩豊かでいいと思います。席数は25名で、25名に達しましたら受付は締め切られます。インストラクターの方が今描いているのも4分割された中にそれぞれ同じデザインを描かれています。まず背景を塗られた後に、そして黒いラインでしっかりとシンプルな絵を描いていく。花と花瓶をこの上に描かれています。これがアンディ・ウォーホルの手法ですね。そして私もインストラクターの絵や他の生徒さんたちの絵を見てもう一度描き直してみました。このように分割したところで色分けをして、その中に小さな絵を描いてみました。でも少しちょっと子供っぽいというか、あんまりポップな感じはしないですね。あんまり良くないです。そしてまた他の生徒さんの作品を見てまいります。これとっても素晴らしいです。素晴らしいですね。ビビッドですね。これも素晴らしいですね。素晴らしいです。いいですね。ブルーと白いいですね。可愛らしいですね。素晴らしい。この作品とっても好きです。これはポップじゃないですか。とってもいいですね。これはこれも素晴らしい。いいですね。本当にお上手。皆さんとってもお上手です。お隣の方、こちらの右隣の方もとてもお上手でした。これはピカソみたいですね。センターにあったオブジェクトを取りに行きました。電話やカメラやラジオや缶、花、花瓶、このようなものをモチーフにして、このように先生が見本で描いてくださいました。こちらも、見本となった絵ですね。こちらもインストラクターの描かれた絵です。さてここからはせっかくなので図書館の3階に展示されている絵を見ていきます。ちょうどポップアートを学んだところなので、少しそれに近いような絵だったと思います。
どうぞ一緒にご鑑賞ください。この日はあいにくの雨でしたけれども、ここから見る景色はとても素敵です。今見えている建物はカジノです。そして向こうの方に建てているのが新しいカジノになります。そしてこれはチェス、ゲームが置いてあったり、ちょっとおしゃれな空間になっていますね。図書館の内部もとてもアートな空間ですね。あいにくの雨でしたけれども、ここから見える景色もとても素敵です。クイーンストリートモールにもこのような絵がありました。今回もご視聴誠にありがとうございました。